このスコッチコンボポテトでしのデータ物やっていきたいなと思います。よろしくお願いいたします。今日はですね、攻撃的ブフォンと守備的ブフォンに今回100本ずつ打ってみたやっていきたいなと思います。ということで、ブフォン来てますね。皆さん撮りましたか？僕もね、配信でちゃんと撮りましたけども、ブフォンがね、攻撃的ゴールキーパーで来たというところで、これどっちの方がいいのかなとか、どっちがいいってことはほぼないとは思うんですけど、各々の答えがあっていいと思うんで。なんですけど、ちょっとね、客観的にというか、同じシチュエーションをやってみて、どういう結果が違いが出てくるのか、これをね、見ていきたいなと思います。で、これね、毎回言ってるんですけど、この検証が全てではございません。この検証自体もね、そんなに厳密なものでもないので、そう考えると、本当にこういうデータもあるんだなとか、自分がね、判断する上での、判断の材料の一つぐらいに考えてくれればいいかなと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、ということで検証方法ですね。検証方法は前回と同じような形で今回をね、ひたすらブッフォンに向かって打っていくという形にしていきます。使っていくブッフォンはこの2人ですね。イタリア代表の時のブッフォンとユベントスの今回来たね、ブッフォンでやっていきます。能力はね、ほぼほぼ同じような形になっていくかなと思いますが、若干ね、やっぱ今回のブッフォンの方が強くはなるのかな、数値はね、高くなるのかなと、キャッチングのところとかね、高くなっていくのかなと思いますけども、それを踏まえた上でやっていこうかなというところです。もう少しね、育成をとんがらせる形にしてもいいんですけど、それは前回ね、チェフの時にやってるんで、ここはそんなに大きな差は出ないかなということで、バランスよく育てた形にしていきたいなと思います。今回の検証なんですけども、視聴者さんからね、ちょっとコメントでも言われまして、スマートアシストっていうのをね、ちょっとつけながらやっていきたいなと思いますが、今までの検証との違いとかも確認したいので、前半50本は何もなしで今まで通り、後半50本はスマートアシストをつけてやっていきたいなと思います。今回シューターをね、メッシにしてるんですけど、ちょっとそこにはね、理由がありまして、前回はね、スアレスでやったんですけども、本当はね、合わせた方がいいのはもちろん分かってるんですけど、今回はちょっと理由があってメッシにしていきたいなと思います。そんな理由も話しながらね、見ていきたいなと思います。結果だけ見たい方はね、ぜひまた時間乗っけておくんで見ていってください。ポテトと心中しますよという人はね、見ていただけたらなと思います。さあ、ということで見ていきましょう。まずは守備的のブフォンからやっていきますね。で、今回ね、メッシで使っているんですけども、このメッシにした理由がですね、左利きだからっていう形なんですけど、厳密にですね、この後ハイライトで結局ブフォンの動きを比べていきますよと。以前ね、スアレスやったんですけど、その時に初めて分かったんだけど、固定カメラっていうのかな、ゴールのネットの角っこから撮ってる固定カメラのハイライトがあるんですけど、あれがね、あそこの1箇所しかないんですね。この今見てるブッフォンでいう右後ろのところからの視点しかないんですね。左後ろからの視点がないんですね。なので右利きの選手でやってもですね、右後ろからの固定カメラになっちゃうんで、すごく比べにくくてですね、なのでこれ左利きだとこれがね、全部右後ろから撮った固定カメラで見れるというところで、セービングの比較ができるかなというところで見ていきたいなというところでメッシにしておきましたっていう感じですね。なので前回の記録とただ比べるのはちょっと違うかなと、全く別物だと思って見ていただけたらなと思います。最初の50本は今まで通りやってるんですけど、後半の50本に関してはスマートアシスト、これをねつけてやってます。なのでスマートアシスト入れるとパワーゲージがねマジで一定になるんですね。あ、そうなんだ、こんなに一定になるんだと思いながらやっておりましたね。なのでちょっとその辺のねデータの変わり目もねちょっと見ていただけるといいかなと思います。だいぶね後々見るとね、だいぶ前半の50本と後半の50本だいぶ違うんで、ちょっとそこもねちょっと違いがあるんだなっていうのも含めて見ていただけたらなと思いますね。で、実際守備的ゴールキーパーのブッフォンを使ってる人結構いたかなと思うんですけど、実際結構止めるよね。検証やってても止めるなとは思っていましたけどもね。だし使ってる人からしてもね、なんかブッフォン止めないわっていう声ね、あんま聞かないんですよね。なんだかわかんないけど、だからね、正直守備的のブッフォンでも全然やれてるなっていうのは感じましたね。はい。だし数値見たらやっぱ普通に高いもんね。新しいやつの方がそりゃ高いけど、ほんと微増みたいな感じだからなとは思っちゃいますね。さあ、というところで残り数本ですかね。はい、ということで見ていただきました。いやー、かなり
ここまで前回ねこうやって心中してくれてる人もいたんで、ここまでいるんでしょうか今回もねわかんないですけど、一旦途中経過こんな感じですね。はい、というところで後半の50本いきなりちょっと下がっていってるのも分かるかなやっぱ前半の50本僕のね親指のあれもあると思うんですけど、あとね後半50本はねちょっと慣れてきてるっていうのもあるんですけどね。だから一気に結構点決めれたなっていうところとかはあるのかなとは思いますかね。ちょっとね守備的ゴールキーパーのブッフォンからするとちょっと下振れしたデータになったのかなっていう印象は正直ありましたね。はい、ちょっと細かい動画また見ていきましょう。でここからですね、ここから攻撃的ゴールキーパー見ていきましょう。はい、ここから攻撃的ゴールキーパーのブッフォンですね。こちらもね、先ほどの守備的と同じで前半50本は親指自分のね、ポテトの力加減でやって、後半50本がスマートアシストというような形になっていきます。前半50本だからあれですね、だいたい半分前後とかをちょっと狙いながら打ってる感じにはなるかな。半分超えるぐらいをちょっと、狙いながら打ってるような感じになるかなとは思いますね。一気に編集してバーってやってるんで、もしかしたら途中なんか抜けちゃってんのもあるかもしれない。あと50本から60本のところはね、最初の何本かだけね録画がうまくいってなかったのでそこだけないかなと思いますけど、すいません。ちゃんとシュート打ちながらデータ取ってるんでそっちは間違ってないんですけどね。で実際このどうですかね、攻撃的ゴールキーパーのブッフォンめっちゃ止めますって言ってる声も結構聞くんですよね。で現環境でやっぱり攻撃的ゴールキーパーでこれだけ能力高くてってなったらちょっと重宝されそうだなって感じはしますね。今後どうなんのかなキーパーって感じですけど、ファンデルサールのね強い版とか出てくんのかなとかね、いろいろ考えちゃったりはしますけどね。でも少なくとも現状でブッフォンかなり止めてるなっていう印象ありましたね。検証やってる時もね、うわめっちゃ止めるやんっていうかね、めっちゃキャッチがなんかあれこれまたキャッチすんのみたいなのも結構あった印象がありましたね。どっちかというと守備的ゴールキーパーはさっきのねやつは弾くことがそれ弾くんだみたいなのあったんですけど、攻撃的ゴールキーパーの方はそれキャッチするんだが多かったような印象がありますかね。で今夏で今までねずっとやってきてはいるんですけど、今夏でやってるのもその今夏が試合中いっぱい出るかって言われると出やすいシュートではあると思うんですけど、それもあるんですけど、どっちかっていうとスピードが速すぎないシュートでコースをね割とつけるシュートでもあるからっていう意味ではこのキーパーのポテンシャルが最大限に見えるのかな、それが今夏なのかなっていうところで今夏検証をね基本的にはやってるって感じですかね。基本的にはキーパーのポテンシャルを見るためにはこれが一番いいのかなと個人的には思っているという形ですかね。はい、というところでもうそろそろ終わるかなと思います。はい、というところで見ていただきました。お疲れ様でした。ここまでノーカットでくれた人いましたかねまたコメントいただけたら嬉しいですね。どうですか、率直な感想とかもあったらねぜひ教えていただけたら嬉しいなと思います。はい、というところで見ていただきましたが、まず結果見ていきましょうか。もう一気に見ていきましょう。こうなりました。ドン。はい、というところで攻撃的と守備的なやつね並べておきましたけども、こんな形になりました。で守備的の方から見ていくとですね、ある程度安定はしてたのかなとも思うんですけど、どっちかっていうとですね割と弾く青色ですかね、これが目立ってるような印象あるかなと。でキャッチはねあんまりなかった、全部通して5本とかでしたかね。でもこれは割と普通というか、100本打って 5% ぐらいっていうのはなくはないというか、ある程度そうかって感じですね。でキャッチング自体は95とかなんですけどね、数値的にはねただ弾くのが多かったなっていう印象がありますね。81から90本のところですかね。これ10-0が出ちゃったんですけど、下振れっていうのかな、下振れをしちゃってこういうこともあるのかな、いろいろね噛み合うとこういうこともあるのかなとは思うんですけど、そういう可能性もあるんだなとか、特に後半ですかねはちょっとしっかり決められてた印象はありましたね。スマートアシストがついたところですね。でちなみに今回はできるだけ公平するために攻撃的50本打って守備的50本打ってスマートアシストつけて守備的50本後半50本ね、であとは攻撃的の50本っていうような感じで交互にね50本ずつやりながらというかねいう感じで
きました。だから俺のこのポテトの、ね、指がねなんか慣れてる間にこう差が出ないようにって感じでちょっとやってきましたね。それでもですね10-0みたいな形で出ちゃったという形になりました。こういうポテンシャルあるんだなっていう認識ぐらいで持っておくといいのかなと思います。攻撃的ゴールキーパーの方を見ていくと割と安定してでやっぱり緑が多いのがわかるかなと思います。なのでキャッチングですね。これは検証やってた時からもそうなんですけどなんかキャッチめっちゃ多いなっていうのはすごく思いました。弾くのが0でキャッチングだけとかねいうのも割とあったんでかなりキャッチの範囲なんか広いなみたいな感覚はありましたね。もちろんねこれはたまたまの可能性は全然ありますけどね。でも全体的なデータで見ても19本キャッチはちょっとありえないですね逆に上振れしたかなっていう感じですかね。守備的は下振れして攻撃的は上振れしたのが今回のデータなのかなみたいなちょっとそんな印象がありますかね。このね検証自体は感覚的には5本から10までいかないかな5本から7本ぐらいはちょっとねブレがあってもおかしくはない。多分もう一回同じ検証やったらそれぐらいずれてても全然おかしくはないそんなデータなのかなと思いますからそれぐらいの感覚で見てほしいんですけどちょっと今回は攻撃的の方はちょっと上振れしたかなって感覚はちょっとあるかなと思いますね。であと大前提言っとくのは、これはね先ほども言ったんですけどシェフの時の検証はスアレスでそもそもやってるしスマートアシストもつけてないので今回に関してはですね全くちょっと同じ土俵で比べないでほしいです、あれはあれとして見てほしいんですけどこれはもう全く別物だとして見ていただきたいなと思います。それらを鑑みてもですね攻撃的ゴールキーパーのやつの方がめっちゃ止めてんだよな今回、特に今回っていうのがめた相性良かったのかなっていう気もしました。ただこの数字だけ見ててもしょうがないのでセービングの比較もねちゃんとしていきたいなと思います。今回ねメッシュを使った理由がまさにこれなのでこの角度のねこのリプレイですねこのリプレイを固定カメラなんでこれで比べていきたいなと思います。でちょっとね分かりやすく比べやすかったところというか同じシュート同じ弾道のシュートみたいなところをね比べていきたいんですけどまずはこれですね、上が攻撃的下が守備的のところになるんですけどもはいこれですね、ちょっとね重ねておきました赤いユニフォームがね守備的のブッフォンなんですけどこう見ると分かりますかね。このボールがですねゴールキックエリアを通過するところで止めてるんですけどここまでの動きってほぼほぼ同じなんですよね。ただもちろんね最初の立ち位置見てください。立ち位置は若干前に攻撃的ゴールキーパー一歩ぐらい攻撃的ゴールキーパーがね前にいるっていうのが分かるかなと思います。この踏み込みの足とかも前にあるの分かりますかね。そんな形で違いが出てくるよと。で最後セービングのところなんですけどここのからのカメラで行くと見るとキーパーの手の位置って同じぐらいの位置なのかなって感じもするんですけど攻撃的ゴールキーパーポジショニングが一歩前なんですよね。一歩前で同じモーションで飛んでいてってなるとですね攻撃的ゴールキーパーの方がね手が遠くまで届いてるってことなんですね。この角度で言うと分かりますか。キッカーからのシュート軌道を考えていくとですね攻撃的ゴールキーパーの方が遠くまで手が届いているっていうのが分かるかなと思います。でもう一個別のセービングのシーンですね。はいこれですね。これも見ていくとですねこれで見てもですねやっぱり同じようなモーション同じようなポテンシャルで多分ね横には飛んでるんです。なので能力は同じなんだけどやっぱり一歩前にいるかいないかでこのセービングのね手が届く位置っていうのが変わってきているんじゃないかなと思います。なのでセービング能力自体は多分ねお互いはそんな変わんないんですよ。変わんないんだけど立ち位置によってちょっと違いが出てきてるよねっていう感覚を持っておくといいのかなと思いました。で今回気になったのがもう一個あってキャッチですよね。攻撃的ゴールキーパーの方がキャッチがかなり多くてでここのキャッチの部分ちょっと比べてみました。右側が攻撃的ゴールキーパー左が守備的ゴールキーパーなんですけどこのシーンですね守備的は弾いていて攻撃的はキャッチしているシーンなんですけどもうちょっとアップでいきましょう。ゴールの位置ポストの位置でねちょっと線引いて、角度若干ね違いはあるので一概には言えないですが比べてみました。一応ボールのね鍵の位置赤い線引いてるんですけど攻撃的ゴールキーパーの方が遠くのボールをキャッチしてるんですよね。これボールスピードパワーゲージもちろん同じですからねもちろん若干シュート打つ場所は若干違うんで全く同じではないですけどにしてもですねこんな形でこの後結果としては攻撃的はキャッチ守備的は弾くというような形になっているということですね。で守備的がキャッチした瞬間と攻撃的がキャッチした瞬間っていうのもねちょっと比べておきました。これに関してねほぼほぼパワーゲージも同じかなとは思うんですけど
はい、わかりますかね。守備的の方が明らかに内側もうちょっと近いところだとキャッチはできているという形なんですけど、攻撃的はもう少し横にねなっていて、ボール1個分ぐらいですかね、遠くてもキャッチできているという結果になりましたね。攻撃的ゴールキーパーが全部キャッチするかというともちろんそうではないんですけど、例えばですね、最初の50本の時にですね、スマートアシストつけてない時ですね、パワーゲージを結構高めに打った時がありまして、その時と比べるとですね、同じようなコースだったんですけど、これどっちも攻撃的ゴールキーパーなんだけど、左側が弾いたシーンですね。これ左側の方がパワーゲージちょっと強めなんですけど、これで比べておくと一応ね、ほら同じような位置なんですよ。これどっちもボール同じような位置なんだけど、ボールスピードもねそんな変わんないんですけど、パワーゲージがちょっと高いんですよ。ってなるとこんな感じで弾くことがあったよ。これもねランダム性が高いのかもしれないんですけど、パワーゲージが相手が強いと弾く率が高くなっていくっていうのがあるのかもしれませんね。っていう意味では今回の攻撃的ゴールキーパーのこの、スマートアシストを使って検証するっていうのも、攻撃的ゴールキーパーのブッフォンにとってはキャッチしやすい軌道だったのかもしれませんという形です。はい、ということでいかがだったでしょうか。結構バッと話してしまってるんですけど、長くなっちゃってるかなと思うんですけど、もちろんこれ何度も言ってる通りこれが全てではないですね。これだから絶対攻撃的ゴールキーパーの方がいいよねって言いたいわけでもないですし、守備的が良くないよねって言いたいわけではないです。これはあくまである一つのシチュエーションとしてというか、100分見ながらも言いましたけど、今夏にこだわってるわけではなくて、今夏をなんでやってるかというとですね、今夏はボールスピードが速すぎることもなくて、コースをちゃんと狙えるシュートになってますからっていう意味ではですね、ゴールキーパーのポテンシャルをちゃんと見れる検証かなと思っているので今夏をやってるだけなので、試合中そんなに今夏打たれねえしとか、いやインパクトの方が打たれるだろうとか、なんかそういう言いたくなる気持ちもわかるんですけど、いやそういうことではなくて、キーパーの単純なポテンシャルを見たくてやってるんで、そういった意味では、自分がねどのキーパーにしようかなとか、どういう風に使っていこうかなっていう時の参考の材料の一つにしていただけたらなと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、というところでいかがだったでしょうか。今回は結論とか特にないんですけど、特にしかも今回の検証に関しては、前回ねポジショニングの検証をやりましたけど、攻撃的ゴールキーパーは1対1シュートコースが空いてると一歩前に出てる状態になってますから、試合中とかはね一歩前に出てない状態からのシュート対応ってなることももちろんありますからね。だからそこの辺はまた違いが出てたりするんで、それはそれとしてっていう感じで考えていただけたらなと思います。ただちょっと攻撃的ゴールキーパーのこのポテンシャルの高さはすごく感じてしまったなという感じですかね。というとこでしょうか。でもちょっとスマートアシストをつけた検証もありですね。なんかある程度安定するんで、それはそれでありかなと思いました。また今後ねいろいろ他の検証やる時とかもやっていきたいなと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、というところでいかがだったでしょうか。皆さんもちょっと気になることとかあったらねコメントで教えていただけたらなと思いますので、よろしくお願いいたします。ということでブッフォンも見ていただいた皆さんもお疲れ様でした。ということで今日の動画はこれで終わりたいと思います。この動画良かったら参考になった面白かったなと思った方はですね、高評価チャンネル登録していただけると嬉しいです。ということでまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。